中国が不況。これでロレックスの相場が崩れるかもしれないという話をしていきます。皆さんこんにちは、こんばんは。今日はですね、お話しするテーマがですね、中国が現在景気悪化が凄ましいことになっていますと。具体的にいきますと、もう仕事がなければ給料も出ないみたいな、そういった状況らしいんですよね。私もですね、前回中国の不況も感じながらもですね、正規店に行って今まで予想していた内容からしていくとだいぶ買いやすくなったというような動画をさせていただいたんですけども、並ばずに買えるということはやはりその購入に対して今まで以上に意欲でなくなってしまっているというのがロレックスを通じて感じたところになります。そんな中ですね、ちょっとこの動画ではですね、改めて中国の不景気っていうところを踏まえて、ロレックスの資産性、資産価値がですね、今後どういった景気を与えていくのかという話をしていきたいなと思っております。2020年代入ってからですね、中国経済っていうのはですね、引き続き成長もあったことで、平均的に安定していた部分はあるんですけども、そこに紐づいて、中国人の消費行動っていうのがある程度、高級志向になってきたという背景があります。でその中でやはりその有名だったロレックスだったり、あるいは他のブランドでいうとエルメスだったりっていうところを買い漁っていた中国人たちがものすごく大量に買い込んだことによって、ロレックスでもありましたけど、セカンド、二次流通のマーケットがめちゃくちゃ上がったっていう背景があった。ただ現在においてもうそれがなくなってしまったってことがまず中国経済が不調であるということの証明になるかなと思っております。結果的にはですね、日本でもそうなんですけども、今ロレックスを買おうと思っている方から見た時にどのモデルがこれから資産価値として維持していくのか、あるいはそもそもちょっと買わない方がいいみたいな、そういった判断につながるような動画にしていきたいなと思っております。まずはですね、なぜちょっと中国をベースにこの話をしなければいけないのかなというふうに思ったのがですね、ロレックス自体はですね、世界で流通しているブランド時計になりますが、大きなマーケットっていうのが存在するんですよね。でまず1つ目はアメリカ、続いて日本、香港、イギリスっていうような4つの大きな地域があるんですよね。で最後に入ってくるのが、この5本指に入ってくるっていう意味でいくと、2020年代入ってからだと、中国が入ってくるかなというふうに思っております。でそこはですね、正規店に対してのニーズも含めて、セカンド、二次流通のニーズに対してもめちゃくちゃ上がったっていうのが事実としてあったんですよね。その中でこの5つの大きい市場のうち1つの中国がですね暴落したことによって、影響というのはですね少なからず必ず出るだろうというふうに私は思ってこの動画にしていきます。まずはじめに、初めてこの動画を見ていただく方も中にはいるかなと思っていますので、一次流通と二次流通という言葉を説明していきたいなと思っております。一次流通というのはですね、そのままの言葉になるんですけど、正規店ですね。つまり定価で買うロレックスのことというふうになります。二次流通っていうところでいくと皆さんも馴染みのある中古屋さんだったりとか並行店だったり、つまりは市場価格、プレミア価格というところの話となります。今回は一次流通と二次流通を織り交ぜながらお話しさせていただきますので、ぜひ最後までついてきていただけると嬉しいです。ロレックスは世界中で引き続き大人気なんですけども、ここ数年日本で円安の影響もあって日本の中古ロレックス含めて正規店もそうなんですけども、世界一買いって言われているような市場だったんですよね。そんな中で、中国バイヤーっていうところで、もちろん中国現地でもねそういったバイヤーさんがいらっしゃるので、観光客だったりっていうところを含めて日本のロレックスを爆買いしていたという時期がございましたと。自国に持ち帰った結果いろんな方がですね、中国国内のバイヤーさんを含めてその業界の中で日本のロレックスというものが非常に買いだというふうに認識されておりました。それは直近ですと東京だと中野とかのブロードウェイあたりに行きますと、今まで観光客、特に中国語などが多く聞かれたような
バイヤーだったりとか、個人の旅行客だったりっていうところで買いに行ったんですけども、それがですね現在全くなくなってしまっているという現状が起きております。その中で、まず中国市場の詳しいお話を今していこうかなと思っております。世界的な調査会社ベインの、最新データによると、中国本土での新品の腕時計における需要がですね、なんと前年比14% から 17% も減少していると統計されているんですよね。で、一昨年の2024年もマイナス18から20だったのに対して、現状中国では2年連続時計というものがそもそも売れなくなっている大不況が続いているんですよね。で、なぜそれが起きているかというと、中国の金持ちって今まで、不動産だったりっていうところでお金を儲けてきたところに対して、それがですねどんどん減っております。で、国家統計局のデータを見ていくと、不動産の投資がですね 16.2% 減っておりまして、新築マンションの販売額も 13.5% 減少しております。この状況はですね、中国の裕福層たちの、持っているマンションの価値がどんどん下がって、お財布の事情が、ガチで悪いっていう状況にはなってきているんですよね。で、今までそういった時計を買うことによって自分のメンツだったりとか社会的ステータスを張っていた人たちからしたら、もうそんな余裕があるわけではない状況になっていたので、結果的に現金を残す、あるいは、他のところからマイナスをこうどんどんコストダウンさせていくというところで、時計を買わなくなっていっているという状況になっております。新品の時計が売れない中国なんですけども、なんと中古、二次流通の部分はですね、逆に15から 20% も成長している状況なんですよね。しかもその中で一番売れているのが時計というカテゴリーなんですよ。約3割っていうふうに言われていて、だいたい 25% から 30% 前後っていうところが腕時計の需要というふうになっております。結果的にこの数字だけを見ていくと、裕福層の人たちは新品で買うことによって目減りする価値ということを考えた時に、どんどんそれが中古市場へ流れていって、中古での購入っていうのがめちゃくちゃ増えてるというところになるんですよね。じゃあ具体的にどれだけコスパよく彼らは買っているかというところでいきますと、分かりやすい例がですね、サブマリーナデートですね。これは黒のベゼルの時計ですが、公式だと91,200元というふうになっております。で、セカンドマーケットの平均でいくと、これがですね 8,800 元というふうになっておりまして、サブマリーナということもあるんですけども、ただこういった確実性、堅実性の高いモデルでもセカンドの方が安くなっているというのが状況となっております。これまで、中国の現状を振り返らせていただいたんですけども、結論からお話をさせていただくと、日本におけるロレックスの、価値っていうのはほとんど下がらないんじゃないかなというふうに予測しております。理由としていくつかあります。まず一つ目、円安が今現状めちゃくちゃ進んでるわけじゃないですか。二次流通においてロレックスというのはドルにおける取引が紐付けられてるんですよ。つまりは皆さんが持ってるロレックスをセカンドに出した時には、これを見た時にドルでの評価になるんですよね。で、そのドルに対して円安ということになりますので、普段皆さんがつけられているロレックスというのがそんなに日本円において資産価値が減らないというのが現状になるんですよね。で、また日本のロレックスが多くはもちろん日本国内で消費されているということにはなりますが、別の可能性も実は中にはあるんですよ。というのがですね、これが香港経由において世界のマーケットに流入していくという話になってくるんですよね。で、香港で買われたものっていうものに対しては引き続きここはドル換算になりますので、より皆さんが普段つけられているロレックスというものがですね、資産価値として円安の状況が続く限り現状としては大丈夫だというふうに私は思っております。ただですね、ロレックスを長く楽しんでいくということに対してですね、皆さんがですね、無限に資金があったりとか買い続けられるというわけではないですので、新しいものを検討するタイミングで古くなったものを手放すということも検討されるかなと思っております。もちろんこれがですね、転売して稼いでくださいという話ではなくて、正しくロレックスという時計を楽しむ前提のお話となっております。
その中でじゃあどういう時に買うか売るかっていうところでいきますと、これは引き続き一時計好きとしてお話しさせていただきますが、自分がかっこいいと思った時計はそのまま買った方がいいと思います。いずれなくなるモデルもありますので、必ず今欲しいと思ったら買いましょうというのが私の持論となります。では手放す時っていう風になった時に、必ず為替の状況を見てください。円安が続く限り、ある一定のタイミングではいつでも時計を手放すことは可能です。ただ円高に向かう、あるいはこれから円高になりそうだなという兆しになれば、新しい時計を買うというタイミングに差し掛かるというのは、いいタイミングとして手放す可能性は高くなってくるんじゃないかなと思っております。ぜひですね、皆さんちょっとこれからいろいろとロレックスを集められたりとか楽しんでいくことが多いかなと思っておりますので、もし手放すことがあるのであれば、そういったタイミングを見計らって、前向きに新しいモデルを正規店で購入することをお勧めいたします。いかがだったでしょうか。今日はですね、中国の不況における日本のロレックス相場の関係について話をさせていただきました。これからこのチャンネルではですね、引き続きリアルな数字だったり現場の情報をもとにですね、時計ファンの役に立つ情報を発信してまいります。この動画が参考になった方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。